どうも、トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、前回の動画に続いて CPU のスロットリングテストにフォーカスしてですね、テストをしていきたいなと思ってます。端末の方はですね、前回同様、ハイエンドフラッグシップ10台を使ってですね、評価するということで、CPU のスロットリングっていうのが各社だいぶ違っているっていうのは、この10台の端末間で比較することで、何か把握できたらなというふうに思ってます。実際ですね、ゲームとかしてみると、すぐ発熱で性能が落ちてるところが、このテストによってどれぐらい性能が落ちるのか、CPU の性能 100% に対して発熱時にですね、例えば 50% の性能しか出なければ、50% の性能に落ちるっていうのがこのテストで分かるという形になります。で、使うツールなんですけど、ここ CPU のスロットリングをですね、ツールを各端末に入れてまして、このツールなんですけど、ちょっと今オプション表示しますが、プロセスをですね、20スレッド、デフォルトだとあと15分間回すという形になってますと。あとその時の周波数、モニタリングインターバルとかいろいろあるんですけど、ポイントは何スレッドで何分回すかってところですね。なるので、たくさん回すとそれだけ負荷がかかっていくと。まずデフォルト時ですね、20スレッドで回してみたいと思ってます。その後これ最大値が100スロットなので、最大負荷ですね、かけるとどうなるのか。なので、20スレッドでもかなりの負荷かかってくるので、20スレッドで15分と100スレッドで本当は1時間とか回してみたいと思うんですけど、ちょっと時間が結構かかってしまうので、100スレッドで比較のために同じ15分というのを回して、どういう傾向の違いがあるのかっていうのを今回まずは見ていきたいなというふうに思います。じゃあまずデフォルトにですね、20スレッド15分で回していきたいと思います。前回同様ですね、CPU フロートでこの辺端末のやつを出してますけど、テレ温度とか今結構ベンチマークを連続で動かしている都合上、だいたい各社30度ぐらいですね。またログ本消えちゃったな。いっか。という感じになっていて、一応 CPU のクロックも、見れるようにはなってますけど、ここのグラフのところがですね、100% のパフォーマンスがどういう風に落ちていくのかってところを見ていただければと思います。じゃあやっていきましょう。端末はですね、軽い順に並んでるので、順番もその順番でスタートしていきます。これで全体起動して、今経過時間がですね、右上に表示されてますので、これが15分まで、走り切るという形になります。このテストで熱がどこまで出るのかっていうのは 3D マークに比べたらあんまり大したことないかもしれないですけど、一応サーモグラフィーをですね、一応チェックしていきたいと思いますけど、今はなぜか Xperia が40度マックスですね。あとバッテリー温度もだいたいみんな30度ぐらいから今スタートして、Xperia は36度で一番高いところですけど、こういった状況からスタート。いきなりギャラクシーがガガンって落ちてますね。こういう落ちた時に今だいたい 70% ぐらいまで CPU が落ちてるので、スタート時 100% から今最大もう 70% まで落ちてます。もうこれグラフを見ていただくと一目瞭然で、色が変わってる状態が赤くなればなるほど落ちてる時なので、緑色が健康状態と思ってもらえばなと思います。なので今ログ本すごいですね、 100% に近い状態、多分これ 90% かな、90% 以上ずっと維持してるので緑になってますけど、 80% 切っていくと黄色になってる感じですね。で瞬間的に 70% になるとオレンジ色になってる感じで、もっと下がっていくと赤色になるんですけど、ギャラクシーちょっともうスロットリング制御に入ってきて黄色い状態になってるので、これはなかなか面白い結果になりそうですけど、もうオレンジに入ってますね。でログ本は今緑健康で、Vivo は瞬間的に今黄色までいったけど持ち直してまた緑に行って、これから一旦バッタンしてくるのかなと思います。おっとちょっと Xperia 赤くなっちゃいましたね。いきなり 60% から 50%、 これやっぱし Xperia あれですね、もうほとんどもう熱に対して、冷却部材が少ないとか、もう冷却構造を見てもちょっとなんだこれって感じなんですけど、もうこの辺スロットリングがもう明らかにすぐ入っちゃうっていうのが Xperia の弱点かなっていう感じですね。っていうのがほとんど出ないですね。瞬間的に戻ってきましたけど、安全といえば安全かなっていういい面もありますけど、ちょっと端末の冷却性能が低い分を、スロットリングでカバーせざるを得ないっていう状況になっているので、この辺端末の重量を重視した結果かなっていうのが苦しいところですね。他の端末今ちょっと見ていきますけど、ギャラクシー黄色いところが増えてるので、スロットリング結構かかってる感じですね。今健康的なスロットリングがあんまないのがログ本緑が、あとレッドマジックもこうやって意外と見ると黄色いエリアが少し薄くあるので、意外とスロットリング少しはかかってる感じですね。あくまで CPU8 コアに対してのモニターですね。これは先ほどのまた 3D マークとの結果とはちょっと違った結果になってくる可能性もゼロではないかなと思ってます。ずっと今 Xperia またスロッティング状態に入って、また戻りつつあるんですけど、赤いところが出始め
めっていうのは厳しいですね。で、温度がちょっと見えなくなっちゃってますね。今端末温度35度か、エクスペリア42度、結構もう最大値にいってる感じか。で、サーモグラフィー上は今ギャラクシーとこの辺モトローラが一番高い。この辺8プラス Gen1 燃費がいいのかな。リアルミとログフォンとシャオミちょっとあんまり調子良くない感じですね。黄色いとこ来てるので、モトローラも今ちょっとスロットリングに入り始めたっていうことで、今ちょうど5分経過ということなので、ゲームとかし始めて5分ぐらい経った状態で、こういう風に端末の温度が上がってきて入ってきてるってことですよね。 CPU の温度が今43度かで、このギャラクシーとかは下の方では安定させようとしている動きかなという感じですね。 CPU クロックだいたい 1.7 ギガぐらいで、推移してる感じで、そんなに揺れてない感じですね。リアルミこれどうなのかな。ずっと 1.8 ギガと2ギガで固定されてるような見えるけど、今端末一番温度高いのギャラクシーか、42度。ただだいたいみんな47度ぐらいなのかな。これ買ってみるとエクスペリア46度で、ギャラクシーは47度、結構高いですね。この辺46度47度っていう感じになってますね。色もちょっとこの辺が一番サーモグラフィー見ると高いので、この辺のエクスペリア H30 ギャラクシー、8Gen1 で発熱でサーマルスロットリング結構かかってますみたいなやつが結構今温度が一番高い状態になってます。で、意外なのがビーボなんですけど、ビーボ比較的温度 3D マークの時と違ってて比較的低いですね。ということは3D ゲームじゃなくて普通の常用使いの時はあんまり端末熱くならないっていうのは想定されるので、そういったところはビーボいいかもしれないですね。40度切ります。スロットリングには入り始めてますね。黄色くなってきたので、ここでちょっと3D マークの時に落ちちゃったオップなんですけど、頑張ってるのかな。ようやく今黄色いところに入ってきてるので、もうエクスペリアは行ったり来たりして赤いエリアと緑のエリアで端末が冷めてきたら性能を上げてみたいな、そんな感じで熱くなってクロック落として、で冷めてきたらガンって上げるような、こういうスロットリング制御だとパフォーマンスが揺れ動いちゃうのでちょっと使いづらいですね。どっちかっていうとこういう風に安定してギャラクシーのようにある程度のクロックで安定する方がユーザー側としてはアプリケーションから見たら使い勝手いいかなと思います。で、モトローラは徐々に落ちてくる感じですね。じわりじわりと。なのですごい細かく制御してるから端末定格構造もそんなに良くはないけども、ソフトウェアで頑張りつつ発熱をできる限りさせないような形で頑張りつつ徐々に落としていきながら安定しながら動いているっていうような感じですね。この辺すごい頑張ってるかなっていう感じしますね。で、3D の時はモトローラ結構性能良かったと思うんですけど、 CPU に関してはスロットリング結構強めにかかってますね。この辺ちょっと 3D のスロットリングGPU のスロットリング制御と CPU のスロットリング制御の差分が出ているのかなと思います。ゲームとかやっぱし CPU よりも 3D の方が使うってところを考慮してるのかなっていう感じですかね。下げると言っても結局普段使いで困らないレベルまで下げて安定させるって感じ。今温度は43度ぐらいか。サーモグラフィー上は今ギャラクシーが一番高くて44。GPU を使わなければ基本43度以上、ハイエンドフラッグシップは今この10代に関してはならないっていうことですね。画面温度が今の状況を見てると今10分ぐらい経ったので、今20スレッド動かしてこの状態なので、次の100スレッドの時どうなるのかってありますけど、そこそこの負荷のアプリだったら画面温度は43度マックスで、低いものだと36、7度ぐらい、33とか36度7ぐらいかな、そんな感じになってますと。ログフォンちょっとチェックしておくと性能全然落ちてないけど画面温度は40度ぐらいか。ちょっとあったかいですけど、リアルミ少し落ち始めましたけどね、37度、バッテリー温度見ると38度のモトローラとリアルミが一番低いという感じになってます。ちょっとエクスペリア画面から表示がなくなって分かりづらいですけど、これも結構低いから同じぐらいかもしれないですね。はい。ポコ FOGT が10分以降から落ちてきたって感じですね。この辺ゲームをして10分後ぐらいからガッと落ちてくるのかな。3D と CPU 両方使うと思うんでゲームなので、長時間使ってるとこういう風に急に落ちてくるっていうのがたまにあるっていう傾向がここでちょっと見えてますね。この辺不安定要素になるからあんまり良くないですね、制御として。今の状態約12分経った状態で見るとログホーンが一番安定してる感じですね。次レッドマジック、次シャオミかな。ちょっとリアルミとシャオミちょっと微妙なとこですけど、リアルミは一時まで良かったんですけど途
途中から落ちちゃうんですね。モトローラは今 70% ぐらいで安定してる感じで、ビーボに関してもいよいよもう 70% ぐらい黄色エリアですね、安定してる感じですと。で、残念ながらエクスペリアの方は 60% ぐらいで安定したり、80、90ぐらいにこう上がってみるみたいな、たまに上がるみたいな感じなので、実際これ結局性能としては 60% ぐらいになっちゃうって感じですね。これ今ちょっとポコ良くないところは見始めてますね。60を切って50までガーンと落ちてるので、赤いエリアまで来てますので、こういう制御になると極端に遅くなるので、ちょっとあれですね、調子が良くない感じですね。今13分なんで、もう少ししたら終わりそうですけど、なかなか CPU スロットリング制御でここまで違うのかっていうところは非常に面白いですね。で、8プラス Gen1 と 8Gen1 の差っていうところで見ると、この3台が8プラス Gen1 なんですけど、3台とも結構黄色エリアまで行ってないので、やっぱりスロットリングっていう観点ではちょっとファン付きのレッドマジック置いといて、やっぱり8プラス Gen1 の燃費というか発熱ですね、TSMC が抑えられてるっていうところが、その結果スロットリングも抑えられて性能が出てるっていうのは、明らかにこの他のやつと比べて差分が見えてるかなと思います。で、レッドマジックはファンがついてるので、幸いにもこう緑エリアで頑張れてますけど、他の端末はファンがないので、どうしてもこう黄色のエリアスロットリングかけざるを得ないっていう感じですね。ビーボもそうですし、ポコに関してもだいたいベーパーチャンバー積んでて、そんなに大きな差がないので、やっぱり 8Gen1 はこの結果見ると CPU スロットリングのレベルがだいたい 70%、 悪いやつは 60% で、極端に悪いたまに落ちるやつは 50% ぐらいまで落ちちゃうっていうような結果がここで見えちゃってるかなと思いますね。8Gen1 端末の中で、レッドマジックはファンがあるから置いといたとしても、ファンなしで頑張ってる端末って言えば OPPO 頑張ってますね。 80% ぐらいで一応維持できてるので、 CPU に関してはあれですね、モトローラより頑張ってる。ここはちょっと意外な面かなと思います。結果として 8Gen1 端末では常用使い OPPO が3D はいまいちですけど、常用使い CPU 系 2D 系 OPPO が一番いいかもしれないですね、総括すると。ちょっと POCO はエクスペリアとちょっと似てて、こうかなり限界までギリギリ頑張ってもうダメだみたいな、諦めて一気にガーンと落としてみたいな感じですかね。ちょっと辛いですね。あとはエクスペリアはもうちょっと復活し、あれですね、もう15分で終わっちゃいましたね。ちょうど今終わった状態で、結果が出てます。で、値がですね、今非常に見に来て申し訳ないんですけど、今回20スレッド15分のがですね、こういった形になってまして、この値のところですね、ミニマムとマックスとアベレージっていうのは真ん中に出てます。あともう一つ、スロットリングどれぐらいしましたかっていうのがパーセンテージに出てまして、今回のワーストはどこかっていうのを見ると、エクスペリア 62%、次ポコが 63% で、エッジが 68% か。で、ギャラクシーが74、こっちがビーボが72で、ギャラクシーが74で、オッポが77で、リアルミーが84で、なんだっけこれ、レッドマジックが88、その前にシャオミが83、レッドマジック88で、一番落ちなかったのがログホン91%になってます。これ最大の揺れ幅がこういう形で、要は CPU が 62% まで性能が落ちますよっていうのがここでエクスペリア出てるってことですね。で、これまだスレッドが20スレッドなので、これから100スレッドさらに負荷かけた時にはどうなるのかっていうのを引き続き見ていきたいと思います。ちょっとこの辺の値をですね、整理して画面にまず後で出したいと思います。じゃあ第2回戦ですね。これ結構大変なんですけど、ここの値のスレッドを100に変えた状態で行っていきたいと思います。それではですね、次はスレッド100で15分同じように流していきたいと思います。さっきの20スレッドの5倍の負荷がかかってくるので、どうなるのかってところがポイントかなと思います。先ほどからの連続テストになっているので、ちょっと温度に関しては若干あれですけど、今シャオミが一番高いですね。画面温度が41度と、バッテリーも39度で一番高いところですけど、ちょっと設定に時間かかってたので、その間に端末温度が引いてきたのはあれですね。この辺ちょっとOPPOとか結構もう37度ちょっと引いてきてたのかな。この辺のリアルミーが34度まで落ちているので、バッテリー温度としてはリアルミーが一番あります。で、他38度、エクスペリア38度、36、19、37、だいたい37、9度ぐらいになっているという感じですね。画面温度も今ぐらいはいきなり高くなってきまですね。44度で早速ベンチマーク走らしてもう1分しか経ってないんですけど、もう一気に100% から、最大 60% までガーンと落ちた時は、さっきとやっぱ違いますね。100ストレートなのでモトローラも一気にガーンと落ちてるところがあるので、ちょっと負
負荷が大きいと、この今ログホーンですらこういうギターがパターンしてるので、黄色いところだいたい80、70% 近いところまで瞬間的に落ちてる感じですね。でギャラクシーが今結構厳しい状態になってますね。黄色、オレンジ。モトローラももう早速厳しいエリアに入ってきたな。でエクスペリアとうとう真っ赤かになっちゃってますけど、 50% にもう一気に落ちちゃってますと。さっきよりもやっぱし負荷が高いので落ちてくるレベルが先ほどより早いですね。端末も結構温度がガンガン上がっている状態で、今ギャラクシーが44度で、今バッテリー温度も40度に今上がった感じですね。他の端末も42まで上がってる。OPPOも40度。この辺はだいぶさっきと負荷が重たいので傾向がだいぶ違ってきてますね。緑、レッドマジックもやっぱ黄色のエリアが出てきてるので、スロットリングが走り始めてるって感じですね。エクスペリアはまあさっきと同じくまた 50-90% 行き来してる感じですね。モトローラーは滑らかに落ちていくところからもうガンガンってやっぱし負荷がかなり高いので、ちょっとさっきと傾向が違ったような形で安定してるんですけど、たまにちょっとガクンって落ちるような結果になってるという感じですね。まあそれでも一生懸命安定してるように少しずつ落としてきてるっていうのは見えてるかなと思います。でリアルミーの方は緑色で頑張って8プラス Gen1 さすがかなと思いますけど、黄色い時に 70% まで一瞬落ちたとこありますけど、比較的頑張ってる感じがしますね。今POCO FOG に関しては8 Gen1 っていうことあるんですけど 60% までたまに落ちてて、さっきよりも落ちる間隔が短くなってる感じですね。さっきよりも頻繁に落ち始めてる。で OPPO に関してはさっき頑張ってたんですけど、さすがに負荷が高いので黄色のエリアが多いけど、他の8 Gen1 端末に比べると、この2つで比べると OPPO と FOGT だと OPPO の方が安定してる感じですね。で vivo はある意味これ頑張ってますけど安定がすごいですね。モトローラーと結構傾向似てますけど、急激に落ちることはないんですけど、だんだん落ちていって今 70% ぐらいで安定してるから、制御としては結構 vivo 結構安定してるように見えますね。これはだ 70% ぐらいですね。で Xiaomi の 12S ウルトラ8プラス Gen1 は今 80% から 90% のところをふらついてる。でギャラクシーは 70% のところかなで揺られてる感じですね。でレッドマジックはここに来てファンの威力を発揮してるかもしれないですけど、あんまり変わんないですね。8 Gen1 ですけどだいたい 90%、 負荷が高くてもさっきとあんま変わらない。で先ほど1番だったログホーン、こいつもやっぱすごいですね。全然落ちてない。 90%、 87% 以上かな。さっきよりも落ちるその変動は結構細かくはなってるんですけど、それでも性能維持してるところはすごいちゃんとできてるなって感じですね。温度に関して今表示が CPU フロートでできないですけど、画面温度は今40度、そんなに高くないですね。40度か、すごいですね。レッドマジックの方が高い。逆に43度。性能維持しながらも画面温度比較的端末としては今画面温度は低いので、なかなか今ギャラクシーが47度に対してだいたい5度ぐらい低い感じかな。42度なんで、それでも性能が 90% 以上という感じで、 CPU はやっぱしこの8プラス Gen1 負荷がかかってくると、より 80% の、スロットリング制御ぐらいで抑えられる。あとは各端末の冷却性能に依存してどこまで落ちるかってところで、リアルミが一番多分冷却構造ぐらい的には弱ってところがここで見て 80% ぐらいとかもうちょっと落ちる感じですね。次シャオミログホーンが多分一番頑張ってるのかな。で 8J1 端末はエクスペリアヒットに結構苦戦してますね今。その中でも OPPO が先ほどと同等頑張ってるってところ、POCO ちょっと今傾向が先ほど違ってもう赤色エリア 60% エリアに突入した感じですね。もう這い上がってこれなくなってるような感じになってますと。で vivo はこれ結構意外と頑張ってる感じがしますね。バッテリー温度も42度でそんなに高くないので、なかなかいい感じで、画面温度も41度かなので、それでも安定している感じですね。70% ちょっと超えたぐらいで、非常にギャラクシーとは似てるけども、ギャラクシーよりも画面温度が低い状態で性能が少し高いという感じですね。vivo ちょっと 3D のところは爆熱だったんですけど、 2D というか CPU に関しての制御は結構優れてますね。サーマースロット POCO FOG また這い上がってきましたね、この辺から。なるほど。で Xperia はもうちょっとずっと50% 台をキープ感じになってますと。モトローラーは 70% ぐらいをキープですね。黄色若干 vivo に比べたら少しだけ性能が低い。ただバッテリー温度37度なんで、バッテリー温度から見たら vivo の方が高いんですね。モトローラーがこういったところがすごいですね。ギャラクシーは43度。この辺の3台が絶妙な制御で動いてるような感じですね。で Xiaomi は無難
に45度バッテリー温度で、ちょっとログ4に比べたら 10% ぐらい性能が落ちてる感じかな。OPPO がちょっと新たな傾向が見え始めてますね。さっきはちょっと落ちてこなかったのが、次のフェーズに入って、今、とうとう 70% 台のスロットリングに入ったという感じで、負荷が高いと、さすがにもう熱が排熱しきれなくなって、もう落とさざるを得ないところまで行ったのかなって感じですかね。OPPO も。この辺になってくると、8Gen 1端末が均衡してくるような感じで、モトローラと OPPO が比較的耐えたんですけど、なので、ここの OPPO とモトローラ、vivo、あと Galaxy、この4台がだいたい 70% ぐらいで収束するっていうのと、Xperia が 50% ぐらいまで落ちちゃう。たまにガーンって上がるやつですね。ここは、ちょっと不安定ですね。60から90まで行ったり来たりしてるので、あんまり制御としては、ちょっと微妙かなって感じですね。不安定かなと思います。レッドマジックはファンのあるおかげで 90% ぐらいを比較的維持してるって感じですね。リアルミももう次のフェーズに入っちゃって、8プラス Gen 1なんだけども 80% エリア、ここのシャオミと同じですね。シャオミと同じエリアに入ってきたかなという感じですというので、こう見ると、この10代の特性っていうのはだいたい3グループ、4グループぐらいなのかな。70% ぐらいで収束するものと 50% ぐらいにたまに落ちる、ずっと落ちきってるやつもありますけど、あと 90% 以上維持するレッドマジックとログホーンと、もうちょっといい 80% ぐらいいくシャオミの 12S とリアルミ。この辺は8プラス Gen 1の恩恵があるので、今後出てくる8プラス Gen 1の端末っていうのは、おそらくこの 80% ぐらいのスロットリングで安定して使えるような感じで、バッテリー温度も比較的抑えられた形で使えるようになるのかなというふうに思います。今端末の温度が一番高いのが、ちょっと驚いたのが、シャオミになっちゃったな。12S ウルトラがここに来て一番高い温度になっちゃってますね。今49度か。意外やな。次がギャラクシー、次がログホーンなんだ。1番、2番、3番って感じになってるんですね。色を見たら大体わかりますけど、黄色くなってるやつが一番高いので、順番で言うと1番、2番、3番、4番。これがポコか。ちょっとシャオミ勢、あれですね。比較的温度高めって感じですね。8プラス Gen 1も 8Gen 1も両方とも温度高めかなという感じかなと。エクスペリアとかはすごい低いですね。一番低いのが今エクスペリアなのかな、色的には。エクスペリアと vivo が一番低い感じになってるかもしれません。表面温度は。ただ内部のバッテリー温度はモトローラ39度。この辺は内部と外部、だいぶ違う感じで。単純に外部温度だけでは判断しれないところがあるので難しいところですけど。これ100スレッド15分ですけど、1時間回したら変わってくるのかなっていうのもちょっと気になりますけどね。さすがに1時間回すのは結構普通なんですけど、こういう風に時間経つと落ちてくるってところがもしかしたら1時間回すとさらに見えてくるのかもしれないですね。ちょっと今回は15分だけにしようかなと思いますけど、ちょっと時間がある時にはですね、1時間のスロットリングっていうのも別途やってみたいなっていうのはありますね。OPPO はもう完全にここの 70% エリアに行きましたね。この3台は 70% で収束という経過ですかね。この4台か、モトローラ。この4台に関しては比較的 CPU の制御がちゃんとできてるかなというふうに、Gen 1端末の中でも3D ゲームとはまた別ですけどおすすめできるかな。今15分経って終わったという結果になりますけど、どうでしょうか。先ほどの結果と比べて、今回100スレッド15分の結果で一番悪いのはどれかなっていうところですけど、さっきと違うのはやっぱし 54% まで落ちちゃったってところがさらに厳しいところですね。で F4GD も54なので Xperia と同じぐらい落ちちゃうってところが厳しいところが出てるかなと思います。次悪いのは68ぐらいか。68モトローラで OPPO が70で73がリアルミ、vivo が71でリアルミが73で、シャオミの 12S ウルトラが83で Galaxy 75ですけど、レッドマジック87で、今回もログホーン88で1番という感じなので、ファンなしでも8プラス J1 強しって感じですね。 CPU のスロットリング制御でも、ログホーンが今回100スレッドでも1位という感じなので、今8プラス J1 のマジック 7S プロとか多分それだと逆転しちゃうんでしょうけど、8プラス J1 のファンレスでは今のところログホーンが一番
ちゃんとできてるかなっていう結果になりました。ということで、先ほどのですね、20スレッド15分と今回の100スレッド15分の結果をですね、まとめて表にして、順番をですね、判定をここに載せておきますので、これあくまで 3D じゃなくて GPU じゃないので、CPU のスロットリング制御な 2D ゲームとかですね、3D ゲームも CPU を一緒に GPU と使うので、この影響も受けちゃうんですけど、常用使いとか、あとカメラとかですね、カメラとか、そういった時にこういった CPU スロットリングが影響を受けるというようなことを認識していただければなと思います。ゲームの時が 3D ゲームが一番厳しくて、 3D GPU のスロットリングと CPU のスロットリング両方受けるので 3D ゲームが一番厳しいですけど、カメラとかですね、ウェブブラウザはここまでいかないと思いますけど、発熱すると結局こういう風な CPU スロットリングが発生するということになるので、ハイエンドフラッグシップでもこれだけ違うというところを参考にしていただければと思います。結果総括としては8プラス Gen1 やっぱりいいねという感じですけど、8プラス Gen1 もリアルミーのこういう風に70% まで落ちてしまうところもあるというところが今回分かったので、8プラス Gen1 だからいいっていうのは若干安易には考えない方がいいかもしれない。8プラス Gen1 でもちゃんと冷却セットスロットリング制御のファームウェアがしっかりしているものですね、選ばない。8Gen1 と同じように性能が 70% ぐらいになっちゃうっていうところは気をつけた方がいいかなというふうに思います。はい、今回の CPU スロットリングちょっと初めての動画になりますけど、参考になれば幸いです。はい、以上です。ちょっと長くなりましたけど、また引き続き動画の方を見ていただけると幸いです。それではまた。